それではいつもの峠道をこの CBR1000RRR で流してみたいと思います。このモデル登場した時に一体 R がいくつつくんだとちょっと話題になりましたが、乗ると R の数が多いのもよくわかるといった感じです。もう特にね、このモデルに関してはあれこれ私はコメントする立場にないと思っているので、走行モードは痩せ我慢せずに自分で一番走りやすいと思ったモード3、一番おとなしいモード、そしてパワーを手動でさらに下げて最も低いパワーで走ってみたいと思います。今これギア2速ですけど、公道だともうちょっとエンジン回そうとするともう2速になっちゃうんですね。1速に入れてみましょうか。これぐらいの峠道だと1速でも十分という感じ。パワー下げてるというだけではなくて、やっぱり電子制御スロットルなんで、そのあたりはよくできてるんでしょうね。一速でギクシャクもせず普通に運転することができます。ブレーキの感触がすごいですね。もちろんブレーキだけではなくサスペンション、そしてタイヤとの合わせ技なんでしょうけども、ブレーキをかけた時に全てのものがもう吸い付くように動作するという感じ。本当にエンジン回そうと思ったらずっと一速ですね。私みたいにあんまりこういうバイクが得意じゃない人間が乗っても、エンジンパワー下げてるせいもあるんでしょうけども、扱いにくさは感じないですね。もちろんね、速度域が低いからでしょうけども、6000回転手前からこうぐーんと伸びるポイントがあります。前後足回りのロードホールディングがすごいです。こういった路面でも本当に吸い付くように、さっきちょっとブレーキを試したときにあらゆるものが吸い付くようにと言いましたが、本当にこんな感じ。フロントブレーキも本当にちょっとした入力でスーッと車速が落ちていくという感じで、薄いブレーキングも本当にやりやすいといった印象です。一方リアブレーキはこういうバイクですから、制動力というよりはやはりリアホイールを制御するための道具といった印象で、結構強く踏んでもそんなに止まってくれないですね。この辺りは本当にスーパースポーツらしい。ハンドリングはもうライダーの目線の方に正確に入っていくといった感じ。もうこれぐらいの普通の峠道であれば何をしようとも何も起こらないといった印象です。もちろんそういうバイクじゃないと思いますが、結構ライダーの腕前を
カバーしてくれる、そんな優しさも持ち合わせているというような印象ではあります。エンジンのね、パワーは当然こういう一般道では使い切れないわけですが、やっぱりこの足回りとブレーキの素晴らしいフィーリング、これはもうちょっと次元が違うという感じ。私がそう感じるんだが、多分一般のライダーの皆さんがもし仮にこのモデル乗ったとしても、その辺りは感じ取れるんじゃないかなと思います。さっき U ターンしてみたんですが、道幅があまりないところでは一発で決めようとするとしくじりそうな感じがありましたんで、ちょっとね切り返しましたけど、ハンドル切れ角もね、それはそうなんですけどあまりないという感じで、このモデルでね U ターンしようとする人はちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。U ターンしようとする前に少し手首を縦気味にしておいて、右手の自由度を確保しておかないとスロットル操作がうまくいかずに立ちこけということにもなりかねないといった印象でした。今峠道の下りなんですが、やっぱりブレーキをかけた時のそのフロントフォークのしなやかな動きが、私のようなものが乗っても絶品という感じがします。コーナーに入っていくときにギャップとかがあってもまるで怖くない、本当に吸い付くようにブレーキもサスペンションも作動しているという感じ。こういった峠道を走るようなペースだと、やはり熱が抜けきらないのか、高速道路ではねヒールプレート、足元だけは熱いんですが、それ以外はそれほどでもないとコメントしましたが、こういう峠道を走るペースだと熱が抜けきらないのか、ふくらはぎから太もものその曲がっている足の間、その辺りに熱がこもるようですね。でエンジンを回し気味で走る場合はレザーパンツなどを着用した方がいいかもしれません。ハンドルバー、グリップに変な入力をしたり寄っかかったりしないように気をつけて走っているんですが、おそらくこのモデルだと、多少ライダーがしくじったとしても公道あたりでは本当に何も起こらないんでしょうね。そんな感じがします。コーナリング中にちょっとブレーキを当ててみても車体は全く起き上がろうとしない。それでいて速度調節は確実にできるという感じで、さっきも言いましたけど、エンジンに関してはね、こういった公道で美味しいところを味わうのはなかなか難しいのかもしれないですが、この足回りとブレーキの素晴らしさはこれはね変わらないですからね。あと車体に関してはものすごい硬い塊に乗っているといった感じです。ちょっともうわからない、ちょっとフレームがいつもね分かるモデルだとこんなに硬くないようだとかコメントしていますが、このモデルに関してはちょっとわからないですね。いやもちろん最近のスーパースポーツなんである程度の乗りやすさを重視して剛性を抜くところは多分抜いてあると思うんですが、それもこの公道のペースだと何一つわからない。ただ不安な感じ方、印象はそれもまた何一つないといった印象です。特にリッター級のスーパースポーツに乗る場合、いつもコメントしてますが、こういったバイクをね公道で乗るということについては、私はねそれはそれで悪いことではないと思います。そのメーカーが持っている最高の技術を味わうにはこういうモデルに乗るしかないわけで、そういう点ではね、若干速度を落としつつもスーパースポーツのフラッグシップのこの持っている性能の片鱗を味わうだけでも、十分に楽しいなと思います。ただこのモデルね高速道路で散々コメントしましたが、ライディングポジションや熱の問題、
そして荷物の積載性の悪さなどを考えると、当たり前ですけどツーリングに向いていないことはもう確かです。なのでそういったことを分かりながらあえて乗る、もしかしたらこういうスーパースポーツ、特にねリッタークラスのスーパースポーツはそういったちょっと粋な乗り物なのかもしれません。最後にねレビューじゃないんですけども、ちょっと気になったポイントだけコメントしておくと、このモデル鍵穴がねないことからも分かる通り、スマートキーシステムを採用しているんですが、そのスマートキーが結構大きいんですよね。フリスクの箱を2つ重ねたような、それぐらいの大きさがあるんですが、そのスマートキーをねこうポケットとかに入れておくとライディングの邪魔にもちょっとなるので、そのスマートキーが入ればいいと思いますが、ちょっと小物入れがどこかにあればいいかなと思いました。はい、ということで今日はホンダの CBR1000RRRSP ファイヤーブレードに試乗する機会に恵まれたので、その試乗をしながら乗った感じを実況してみました。